ースのついた円っていうのは難しいですよね。車のタイヤとか。さあで今回は丸の書き方ですよ。丸の書き方、はい、完璧な丸をこうきれいに。いやそんなもん円定規があればいいじゃないですか。そういうことですよ。確かにどうやって書きますか、説明していただけますか。パースのついた円っていうのは難しいですよね。車のタイヤとかね。これはしかも動く時にもう地獄みたいな感じですね。とりあえずね参考として丸をいろいろ書いてみたんですけど、はい、パースに乗った円を書くにはとりあえずこんな感じかなって、パースがありますよね、はい、この真ん中のパースといったらここら辺、これは演算みたいなもんですよね。出来上がった絵を描いてついてこのパースに対してこの円の一番直径、大きいところが90度になります。はい。これを意識して描いていって積み重ねていくとこういう、円の連なりも描けていくと。これが楕円じゃなくてもう円ですか。これは楕円ですよ。楕円どうやって描きますか。だいたいラフで描いていって仕上げはこれも円定規で形を整えながら描いてるんですよ。じゃあ円定規で楕円を描くという。そうですね。ここら辺はこの円定規のこの部分を使って、ここはもうちょっと小さい円を使ってとか、当てはめていって描いてきますけど、パースに乗っけてるとここはねまっすぐですから、ここが90度になるように描いていけば、うまく収まると。なるほど。縦線は全部平行に描く感じですかね。角度によってはね3点透視法のように高温なパースがついていたりするんで、そのところどころでパースが変わってくるんで気をつけないといけないんですけどね。今回はそこまでそういう角度ではないですかね。でこれもパースを引いていくとこのパースでここも楕円ですか。そうですね。もう真正面でない限りは楕円だと思ってます。ここも90度を意識して、この幅は本当に微調整なんですけどね。つまり、じゃあ誰かのメガネを描きたいとして、まずそのメガネのパースを取って中心のパース線を決めて、そこの90度のところで楕円描くということですね。なるほど。逆じゃないですね。メガネはもう2つ重なってるから、ここのラインも外さないようにこっちもね描いていかないといけないんで。なるほど。なんか私今まで多分ずっと間違って描いてきました。これにしてもこの線の90度を取ってました。これダメですよね。それだとねなんかいつも変だなと思ってなるほど。これもこのパースですよね。なるほどですね。でコップもコップもこれの90度じゃなくてこれの90度ですよね。ここを今引いてない。そうなんですかまたまん丸メガネはどちらかというとこういう形がちょっと簡単な形じゃないやつの場合はこういうルールは使いますか。それとも全然違うやり方。全然パースに乗せていくっていうのはね、ありますけど、だいたいねこの幅で描きたいと思ったら幅に合わせていけば、パース
を意識して眼鏡のつるはこっち側に行くから耳はここら辺かなとか、あとは微調整ですからね、こういうのは。ここは何かの90度を取るとかという必要はないですよね。だいたいつるは90度に出てるから、それに合わせて適当に合わせればらしく見えればいいんですよ。多分描き始める人は永遠になんかこう永遠に微調整してそれっぽくならないという場合がありますね。大体のパーセンのね生き方をどこに消失点が持っていくか、はい、アイレベルがあるとすると、このパス守られるじゃないですか。今使ってたのはここですからね。それを意識して描いていくと結構まとまった絵が描けるんで。つまりこういう今正面ですけど、こういう四角い形、この四角い形の中でこういう曲がってるところをそういう風に微調整していけば。微調整、はい、ありがとうございます。はい、どういたしまして。動きの途中のポーズでスピード感の絵になるし、振り抜いたところを見せるのも見てる人には伝わるし、一旦沈んで伸びてまた着地、体の中心線はこんな感じに、はい、